皆さんどんな潤滑剤使われてますか？今日は最強の潤滑剤を作っているという会社さんが来られてますんで、ちょっとご紹介したいと思います。こんにちは。リックス株式会社の川波と申します。ちょっと最強かどうかわかんないんですけど、ちょっとその辺はテストしてこれから見ていただきたいと思います。僕はね、正直これ全然見たことなくて正直知らなかったんですけど、忖度一切なしで、いいのか悪いのかっていうのを、この動画で、皆さんにご紹介したいと思います。なんか得体の知れない機械が出てきたんですけど、これは一体何という機械なんでしょうか？これはチムケン試験機という試験機でですね、はい、このモーターでこのベルト掛けでこのスピンドルを回してまして、この回ってるスピンドルです。これにベアリングがついてるんです。それにベアリングのコロをですね押し当てて止まる力をこのトルクレンチで見る機械です。摩擦の力でこう押さえた時にどれぐらいの力で止まるかっていう。そうですね。要は潤滑剤っていうのは滑るためのものなんで、それでトルクが上がるのを比較していくというものです。一回ちょっときれいにパーツクリーナーで落として、今無垢な状態で何ニュートンで、止まるかを確認してください。25ですね。25ぐらいで、じゃあ止まるです。今何もしてない、脱脂された状態だと25ニュートンで止まると。そうですね。じゃあ、まず比較対象の一つが CRC ですね。のちょっとよく使ってるやつ。よく使ってるやつのちょっと高級版。そうですね。高級版。たっぷり塗ります。25ぐらいで止まってたのがどうなるか。30ぐらいですね。30ぐらい。一応もう一回ちなみにもう一回やります。30。じゃあ、5ニュートン滑るようになったということだと思いますね。それをでも油つけてもそんなくらいなんですね。そうですね。意外。それをこうパーツクリーナー落とすと25。25。で脱脂されたと。そういうことですね。なるほどなるほど。じゃあこっちのフリクトル。はい、フリクトル。一回ちょっとですね。3ですね。3の方。パーツクリーナーをついている分は落とさせてもらいます。でそのベアリングと塗っていきます。今100超えてますね。こんな感じで110ぐらいで止まった。すごい。ちょっともう一回やってもらってもいいですか？いいですよ。今80、90、100、100ぐらい。100ぐらい。で、やっと止まるぐらい。そうですね。で、すごい。フリクトルにはもう一つ機能があってですね。はい。脱脂すると、556の方は1回で元に戻ってたと思うんですけど、潤滑剤がない時は落ちてるんですけど、ある程度いかんな。今50ぐらい。はい。本来もうちょっといくはずなんですけど、僕の状態よりはちょっとある。でこれよりあったわけか。そうですね。そうですね。30とかだったんですね。本来もうちょっと70ぐらいはやってほしく普通いくんですけど、ちょっとなじませ方とかですね、その辺でちょっと変わってくるんで、今の2、3回ぐらいのなじみだとやっぱ50ぐらいなのかもしれません。すごい。じゃあ次この皆さんがよくご存知のラスペネとか、ベルハンマーも一回やってみましょうか。フリクトルは被膜を作ったんで、はい、一回サンドペーパーですみません、ちょっと鳴らさないといけない。鳴らしてから剥がす。コーティングみたいな面ができてるんで、それを一回サンドペーパーで落とします。そしてこっちは場所を変えます。これでまた無垢な状態ができてるはずなんで、パーツクリーナーを落とします。一発ではきれいにできてない時もあるんで。止まりましたね。25。じゃあこれで無垢に戻ってます。じゃあラスペここからまた試験をする。そうですね。とりあえずうちのやつはこういう性能があるよと。じゃあラスペネ。これもみんな本当使ってるんで、僕も使ってますし。ラスペニはですね、フッ素化合物配合なんで、よく混ぜていただかないと効果が出ないです。だからよくちゃんと振ります。もう油とちょっと見かけもちょっと違うと思うんで、60。80。80、70ぐらいかな。
フリクトルもさっき2回しましたけど2回とも最初はいや100超えてましたね。ですかね。フリクトンとまあこんな感じですね。このシム検試験機でいうとこんな感じです。80ぐらい。まあ、馴染んでいけばもっといいワコーズさんとか良くなるかもしれないんですけど、まあ、とりあえず初期の3回とかだとフリクトルの方がやっぱ馴染みが早いのが見ていただけると思います。このフリクトル3の方が初期からも聞きやすい。で実際ですね、そのワコーズさんのガスペネは表面に潤滑皮膜ができにくいんで、できにくいはそういう機能はないんで、きちんと脱脂をするとですね、50、40、40までいきますね。30。まあ、どんどんというか、すみません、本来25に戻るってちょっと脱脂が足りなかったかもしれないけど、まあそんな感じに。なるほど、まあ皮膜は作らないから戻る。そうですね。じゃあすみません、ベルハンマー、これも結構好きな人が好きでよく使ってるやつですね。結構人気のあるやつ。じゃあどんな感じになるか。これは有名なあれ50とか60。ちょっと馴染むのにちょっと時間がかかるんですね。もうちょっとどんどん80ぐらいどんどん良くなってきてると思うんですけど、まあ100ぐらい。こんな感じで、フリクトルだと2回目ぐらいで100超えていたと思うんですけど、今5回ぐらいしましたっけ、5、6回してやっと馴染んでくる。ちょっと僕まだ疑ってるんで、僕もう一回このフリクトルやってもらっていいですか。なんか力の関係、トルクレンチのね、このメーターあるとはいえ、なんか力の関係でやってると疑いたくなる。じゃあそうですね、一回さっきのベルハンマーも皮膜を一回もう馴染んできて皮膜作ってね、ベルハンマーもすみません、その説明がなかった。フリクトルと一緒でベルハンマーさんのやつも皮膜は作ります。そうなんですね。だから結構今パーツクリーナー脱脂してたけど、そうです100近く90ぐらいまでいってました。本当。今70になりました。まあ大体ちょっとうちのやつが50だったんでこっちの方が数字が出るんですけど、70ぐらいっていうところで大体一緒ぐらいの。なるほど。ちょっとまだパーツクリーナーちゃんとしたらもうちょっと悪いはずなんやけどな。50とかですね。あんまり変わらないはずです。すいません。ちょっと話の途中で思い出したんで。すごい。これもフリクトルと一緒で表面回数皮膜を作る能力があると。そうですね。皮膜を作るとこのサンドペーパーで落とさないと次の試験の時に結構場所を変えてパックにきちんと洗って、これで無垢な状態ができてるはずなんでちょっと待ってください。25。じゃあ豚骨さんどうぞ。普通に押さえるだけですよね。いいですよ。今もう100超えたぐらい。100か。100でもぐらいですね。すごい。25に戻る。25。じゃあベルハンマーですね。すごいな。どうぞ。はい、いきます。はい。止まった。80って値も本当はすごいですけど、確かにこれが30でしたもんね。それと比べるとベルハンマーさんももうそれはもうじわーっていくと馴染んできて80ぐらいになりましたね。それがやっぱりベルハンマーさんとかとワコーズさんとフリクトルの差になります。それがいいかどうかというと今からちょっと違う試験をしてみたいと思うんですが、初期摩耗摩耗根の後の大きさが結構変わってくるんですよ。じゃあ実際ですね、今の、極圧で力がどんぐらい止まるかじゃなくて、実際実用的に使う場合部品の摩耗がどんだけ違うかっていうのを見ていただければと思います。実際さっき言ったベルハンマーさんもですね相当いい油なんで、比較の差がですねそこまで出るかわかんないんですけど、さっきは100ニュートンでお互い止まらないぐらい、初期のあれがあったんですけど、止まらない40ニュートンのところで20秒間っていうのをこの
無垢なベアリングを押し付けて摩耗痕の大きさがどれぐらい変わるか、どんだけ傷が入ったかっていうのをそれぞれ調べるってことですね。大きさをちょっと見て、なるほど。今無垢な状態で作ってます。でベルハンマーですね。さっき40ニュートンの20秒間じゃあ、いきます。これで合計20秒ですね。20秒ね。はい、じゃあ今、これくらいの傷が出ました。ついてるよと。じゃあフリクトルで場所変えてフリクトル、ちょっと熱いんですみません、パーツクリーナーで一回冷やさせてください。でさっきも言ったベルハンマーさんもですね、皮膜作るんで、まあ実際ちょっとサンドペーパーで皮膜を落とします。1回。じゃあフリクトルで、40ニュートンの20秒間。はい。22、23、ちょっとすみません。多めに多めっていうかですね、もしかしたら私早口でやってたかもしれない。ちょっとうちの方はハンデっていうかちょっとでも不利な状況にしたと。不利かもう有利になってないように。なるほど。でちょっと見てください。摩耗痕どうですかね。あ、全然違う。こっちがはいはいはい。ベルハンマーで。ベルハンマーもさっき言った相当いいやつなんで差がむちゃくちゃ出てない。いやでもこれでかいですよ、すごい。さっきの初期の馴染み方がベルハンマーさんより早いんで、初期摩耗がでちょっとその辺の差が出てるんだと思います。一回こっちは40ニュートンに止まっちゃいましたもんね。はい。その差も出てる。なるほど。でね、ここのメーターがある通り力加減でやってるっていうのではないですもんね。本当に最強じゃないですか。いやさっきの潤滑力だけでいうと2の方がまだ 1.5 倍すごいとで。そうですよね。まだこいつが控えてるわけですよね。そうですね。こっちとしてはなんか最初ね2、3って見た時になんかこっちの方が能力が全体的にいいんじゃないかと思ったらそうではなくて、使い分けで、こっちは潤滑に適しててこっちは空間防水だったり、そうですね、ネジ外しの別の用途で使うっていうのが使い分けが必要っていう商品ってことですね。そうですね。カタログ値でいうとシェル4級試験という試験があるんですけども、はい、3が4000ニュートンっていう値で止まるんですけども、はい、フリクトル3は6300ニュートンなんで、その 1.5 倍ぐらいの力だ。なるほどなるほど。はい。はい、というわけで、フリクトルのその潤滑性の良さっていうのは分かったんですけど、また別の器具が出てきてましたけど、これは一体何でしょうか。すみません、これはですね、フリクトルのネジを外れるという能力をちょっと見ていただく機器になります。これ M12 のボルトをステンレスのボルトです。SAS304ですね、はい、ボルトをネジ山をバイスで潰してます。わざと潰してナットをかましてもう100ニュートンぐらいかけても回らないボルトをわざと作ってます。はいはいはい。それをちょっとうちのやつでやるとこう比較してですね、どんだけこう楽に外せるかっていうのをちょっと豚骨さんに体験していただけたらなと思ってます。本当の実用事例ですね。これもバイクいじりとかレストアとかでネジがね硬くて取れなくなったっていうのがたくさんあると思うんで、それのテストをするというわけですね。そうですね。極端に防水能力が高いっていうところで作ったフリクトルコンセプトで作ったフリクトル3なんですけど、はい、お客様の方でちょっと使っていただけてると、お前のところのこの油はボルトが結構外れるよっていうちょっとお客様から教えていただいて、で実際やってみたらちょっと手前味噌ですけどかなり優秀だと思うんでで実際ですね、最初のパッケージはこの焼き付けステンレス錆固着ネジを緩めますっていうのなかったんですよ。この帯は。なるほど。そのお客さんからの言われて急遽つけたんですか。で実際やってみたら本当に外れるんで。そのフリクトルの2の方が潤滑性良かったじゃないですか。これとこれだとまた違うんですか。そうなんです。2が外れないってことはもちろんないんですけど、はい、3と比べるとやっぱりですね外れる力とかがやっぱり圧倒的に3の方が外れるんですよ。軽く回るっていうのは3なんですよ。謎ですね。謎ですね。分からないんですかそのあえて言うなら浸透力が高いのかな。なるほど。はい、
でも分かんないです。分かんないですね。たまたまのたまたまの、すごい。じゃあこれで今から試験をするというそういうことですね。分かりました。さっきとネジ山潰れたボルトをここにセットして、まずすみません、ここにこれもじゃあそのままでそうですね。これもトルクレンチになってます。はい。で引っ掛けてちょっとこっち側にギグッと回してみてください。まあ100ニュートンぐらい。全然緩む動く気配全くないですね。実際さっき言った M12 なんで120と130かけたら回り出します。本気でやれば。いやです。ただですね、ここがもうチンチンに熱く回り出してもチンチンに熱くなってここから曲がっていって最後はここはパーンと飛びます。これ続けてるんです。実際100ニュートンぐらいで外れないというだけ、あんまり大きなボルトも用意できないんで、このぐらいのボルトでちょっとやってるということです。なるほど。じゃあ外れないことが分かりましたと。じゃあまずすいません。皆さんが多分一番初めにネジを緩まないという多分このメーカーさんのやつを使われるというもので、ちょっと最初にそうですね。僕もとりあえずかけとこうっていう感じでかけてます。もう塩かけるぐらいの感覚で。実際緩まないとかじゃないんで緩むんですけどちょっと違いが出てくるフリクトルの違いが出るんでちょっとやってみてください。あ、そうか。これがもうメーターで分かるわけですね。そうですね。どこで緩んだか。でですね、本来は時間を置いた方がいいんですけどなじませる感じなんでちょっとトモさんこっちやったりこっちやったりですね。こっちやったりこっちやったり。それをもうちょっと力加えてでちょっと油が入っていくで回してもらって動きますね。ですよね。今40ニュートンぐらいかな。でどんどんやっていただけてたらすみません。一回かけ直してネジ外しなんで。硬くなった。ですね、そうです。あれ556はネジ外しには優秀なんですけど、やっぱりサステンレスなんで再固着っていうか、だからもうまたやってもらって、またガチャガチャやってもらってもいいんですけど、また硬くなった。ですね。多分80。ちょっとすみません。本来はもうちょっと早くなるんですけど、ちょっとネジのちょっとあれもあるんでかもしれないですけど、結構全然動かない。60。ですね。この音わかりますよね。ステンレス特有の焼き付き。60。もうやばいわ。ですね。硬い。よかった。本来3、4回回したらなるんですけど、ちょっとこれはなかなかそういう意味で言うとちょっと手作業でネジ山潰してるんで、ちょっとひょっとしたらなかなか外れやすいボルトやったかもしれません。でも差は出るはずなんで、じゃあ次ベルハンマーですね。3をちょっとやらせてもらいます。同じようにやってください。もうすいません。ちょっとじゃあいきます。すいません。どうぞ。次はベルハンマーですね。同じようにこうちょっとなじませる感じで。動き出しはしましたね。60ニュートンぐらいですね。よいしょ。さっきと似たような感じで。ベルハンマーもこいつはこれです。結構なんかな、硬い感じ。そうですね。があるんじゃないかな。でもここから結構緩いですよ。もうじゃあ逆に馴染んだかな。ベルハンマーはですね、さっきの再固着みたいなやっぱないんですよ。ないですか。だからちょっとこのロットが良くないのかな。ちょっとやってみましょう。じゃあフリクトル。いいんですか今ので。いいよ。ちょっと一回あれだったらですね、もう一回感触の違いが出るか出ないか。じゃあフリクトルいきますね。どうぞちょっとやってみてください。もっと同じようにしてみてください。またなじませて。そうですね。軽い。もうかなり初期の頃から軽いですね。さっきのだと一番最初だと60ぐらいまでいかないと回らなかったけど軽いな。本当に軽い。ですみません、556との違いはずっと回してもらっていいので再固着はしないです。1回回り出したらずっと今もう手でいけるかも。
手間さっきめちゃくちゃ緩かった。さっきは M12 なんでなかなかでも差は分かります？分かります分かります。感触の差は。はい。これで動画で伝わってるかな。そうで一応ですねこれが外れたボルトです。はいはい。すっごい山が。これバイスってここだけ掴んでるんですか？そう潰して。はい。はい、556との違いははっきり分かったんですけど、フリクトルとベルハンマーの違いがあんまりうまく伝わらなかったかなと思ったんで、もう一回、同じ試験やってみたいと思います。じゃあすみません、先にはい、回らないネジかどうかだけ。OK です、そうです。はい、これが、まず何もやってないですね。はい、めちゃくちゃ硬いです。はい、じゃあベルハンマーで。はい。じゃあお願いします。はい。ちょっとなじませて。なじませてからガチャ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 。よし、じゃあ行きます。50ぐらいかな。50ニュートンぐらい。よっ。50か60ぐらいですかね。はい、ぐらいですかね。まあちょっと回してもらってたら。よっ。うん、やっぱりまだ50。ああ、硬いですね。まだ。またちょっと50ぐらい。50ぐらいですね。お、硬い。あ、よかった。80、60、80。はい。70とか。これぐらいとまた硬くなっちゃった。もうちょっとやつ。またそれで柔らかくなるか。あ、本当だ。また柔らかくなりましたね。へえ。はいはい。今40ぐらいになりました。はい。あ、もう外れたのかもしれないですね。ネジ山のところ。まあただベルハンマーはまたちょっと硬くなったりしたところあると思います。じゃあフリクトル。はい。じゃあ一回どうぞ。一回まだ回らない。はいはい。はい、しっかり、はい、固着してます。はい、じゃあ行きます。じゃあすみません。はい。よし。じゃあこのゆっくりやるんで、こうメモリをまずなじませてからかな。そうですね。ちょっとなじませてから。でもう緩いんですけど。いやいやもう緩くなってんだけど、なじませてる段階で。どうですかね。何ニュートンぐらい？今30、マックス30でしたね。でも20ぐらいで動き出しましたよ。あ、すみません。さっき60とかでした？ 65、60ですよね。ですね。全然30、ちょっと上がって40かな。まだ2回なのに。でもまた硬くなったかな。いや、そんなことない。そんなことないですね。40。やっぱ違うわ。違いますこれ。ね、動画で伝わらないけど、このメモリを信じてもらうしかないんですけど、全然違う。はい。やらせじゃないですか？やらせじゃない。これはマジでやらせじゃない。本当にゴリゴリ案件ですけど、もう本当にやらせじゃない。もう軽い、めっちゃ軽い。硬くなったりするパターンがないじゃないですか。ないですね。いやもう全然違うって本当に。もう外れたかもしれない。もう外れますよ。全然違う、全然違う。はい。伝わりました。伝わりました。よかった。僕は分かりました。はい。というわけで、ちょっと伝わったのか分かんないんですけど、もう僕がやった感じでは全然違かったんですけど、すごいですねこれ。ありがとうございます。全然違う。ネジ外しの用途に限ってなんですが、他の油をですね、他社さんのもの、これさっきベルハンマーを試したしいろいろやりましたけど、先にして回らない硬いなということでフリクトル足し算で使ってもですね、これは全く効かないんで、ちょっとそこだけは注意していただければと思います。もう一発目からフリクトル使わないとダメってことですか？そうですね。これも理由は分かんないんですけど、はい、他のやつで回らないな、じゃあフリクトルにしてみようではさっきの硬い感触のまんまです。それも不思議ですね。多分混ざっちゃってとか。混ざっちゃうのあれですけど、多分ネジなんでネジ穴に他の油も入っていってるんで、その油を押しのけてまでは入っていききらないのかな。もう油膜ができてたりする。そうですね。ちょっとその辺はもう推測なんですけどね。それちょっと結構な注意点ですね。だから最初から
もう一発目からこれを試してほしいということですね。そうですね。はい、というわけで、いろんな実験してきましたけど、また別の器具が出てきました。これは一体何でしょうか。最初に説明したですね、フリクトル3の、空間防水って機能を検証していただくための試験機です。例えばですね、普通の一般的な油っていうのは、ベルハンマーもそうだとは思うんですけど、こうシューって塗ると、塗ったところはですね、もちろん油なんで錆びないんですけど、さっき言ったちょっと塩素が入ってるやつはちょっと揮発して、その塗ったところ以外が錆びるっていう弊害があるんですけど、フリクトル3はですね、空間を防水するという機能があります。さっき言った、これをサス302じゃなくて鉄のネジと仮定して、フリクトル3をさっきボルトもやりましたけど、チュチュって塗ります。塗って、これすみません、鉄ネジの山だとして、このフリクトル3を塗った一本この中に放り込んでおくと、である程度ですね、軽く蓋ですね、していくと、この空間自体が防水空間になるんで、要は油を塗ってないですね、他のボルトも錆びないという機能を持ってます。本当ですか。それはですね、それをちょっと実験していただくための器具で、こうですね、ちょっとこういう新品のベアリングを用意していただいて、ここにですね、水と油を入れて、100度で沸騰させて、この空間をですね、飽和状態というか、湿度が高い状態で錆びやすい環境を作ります。でこれ自体にはベアリングに油を塗らなくて、ちょっと比較対象がベルハンマーさんってなると思うんですけど、多分ベルハンマーさんだと錆びるんですが、さっき言ったこのフリクトル3は空間防水で機能を持ってるんで、油を塗ってなくてもこの空間自体が防水空間になるから錆びないと。オープンスペースじゃなくてギアボックスとかなんかそういうところのちょっと塗っておくとその空間が錆びないとか、そういうある程度の密閉空間が必要なんで。なるほど。はい、というわけでいかがだったでしょうか。いろんな潤滑剤あって、今回フリクトルっていう商品紹介しましたけど、本当に良かったですよ。マジでこれ企業案件ゴリゴリ、何度も言いますけどゴリゴリですけど、マジで忖度一切しないです。本当にちゃんとした純粋な審査というか実験のもと良かったって僕思ったんで、本当にこれ皆さんにおすすめできます。ただ気になるところが、値段ですよね。そうですね。正直ですね、ベルハンマーさんとかラスペンさんよりはもう1ランク2ランク高いかもしれません。なるほど。さすがに高いなりのでも能力でもあるということですよね。そう思ってちょっと価格的にはちょっと高いものになってるかもしれません。いや、僕は多分これから使っていくと思います。値段次第なところありますけど、正直用途によっては全然能力発揮するものなんで使っていきたいとは思いますけどね。でもこれってどこで手に入るんですか？一般の方が買われる場合はですね、もうモノタロウさんとかそういう通販関係でちょっと登録はしてるんで、ホームセンターでは見たことなかったんで置いてないんですね。まだ。そうですね。そういうのはちょっとやれてないですね。なるほど。いい商品ってことは分かったんですけど、やっぱりね、使ってみないと分からないと思うんですよ。で、今回はですね、特別にリックス株式会社さんがこのフリクトル3を10名の方にプレゼントしていただけるということで、ぜひこちら使ってみたいなと思われる方は、概要欄の Google フォームからぜひ応募してください。というわけで、今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。Twitter とか Instagram とか、物販で腹筋ローラーとか、タッピングマシンとか、最近射出成形用の型のアウターフレームみたいなのも販売してますので、概要欄から見てみてください。何か一言。さっき市販でホームセンターとかで販売している商品じゃないんで、一般の方がなかなか目にする商品ではないと思うんですけど、ぜひこれを機会にですね、手に取ってもらえる機会が増えていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。いや、本当にマジでいい商品だったんでびっくりしてますよ。ありがとうございます。すごかった。鉄とアルミの金属な合金なんですけど、なんかプラスチックみたいなのしてますね。硬さとか強度はほぼほぼですね。鉄です。
でも振動を取る能力を持ってるので、まあ、さっき言った旋盤加工とかこういう下敷きでですねこう入れるとビビりが取れるということで。おー、